ーローウォーズファンの皆様、おはようございます。カーク信者の予想通り、新ペットのビスケットに紐付け可能なヒーローは、かなりの人数になるようです。そのヒーローの数は、総勢27人。そして、その中には、カーク信者が熱望していたヨルガンは、含まれていなかったのです。がっかりだよ。ビスケットをヨルガンと紐付けできたら、かなりのパワーアップが可能だったと思うけど、仕方ないね。今回の新ペットのビスケットは、主に、タンク系のヒーローと、魔法系のヒーローに紐付けが可能になるみたいです。ビスケットが戦闘シーンでどの程度の強さを発揮するのかは未知数ですが、パワーアップアイテムとしてのビスケットの価値は、かなり高いと思います。ペットの育成について、話をするよ。今年の3月から、ペット系の新イベントの大嵐が、定期開催されるようになりました。ペット系のイベントが昨年までほとんど開催されていなかったことを考えると、このことから、新ペットの登場は、規定路線だったと思います。その理由として、ペットの数が7匹から8匹に増加すると、それだけ、ペットの育成が大変になるからです。ただでさえ、カオスパーティクルとペットソウルストーンは不足気味の状況です。育てるペットの数が増えるのなら、それに伴って必要な餌の量も増えるので、それを見越して運営側が、ペット系のイベントの回数を増やしたのだと思います。アクセルが登場した際の最初の2ヶ月間は、ペットの召喚卵の中身に、アクセルは含まれていませんでした。今回登場するビスケットの場合も、ペットの召喚卵にビスケットが含まれるようになるのは、10月頃になると予想しています。当然ですが、ビスケットは、イベントの商品のペットソウルチェストの中身として、10月頃までは含まれないでしょう。そしてビスケットの登場後は、お目当てのペットソウルストーンを、ペットの召喚卵の中から引き当てる確率は、8分の1になるということです。星が5個になったばかりのペットを7匹所持していると仮定すると、アブソルートスターまでペットを育てるのに、2000個 ×7 匹イコール、14000個のペットソウルストーンが必要になります。この状態に、星が5個のビスケットが加わったと仮定すると、さらに、2000個のペットソウルストーンを必要とする状況になるということです。もうね、低予算では太刀打ちできないよ。こうなったら、グランドプライズをバンバン引いて、運だけでペットをアブソルートスターにするしか方法はないのかもしれません。ペットの数が増えたからといって、グランドプライズの当選確率が良くなるとは思えないので、ペットのアブソルートスターを手に入れるには、低予算だと、早くても3年目になりそうな感じです。3年か、マジで、ロシア産のゲームの闇だな。まあ、課金しなくても、長い期間遊戯をすれば絶対に手に入るので、良心的と言えるかな？今思えば、遊戯開始から120日目という、かなり早い時期に、フェンリスのグランドプライズを引き当てることができたので、カーク信者はものすごく幸運だったと思います。今でもその日のことをよく覚えています。ペットのアドベンチャーに参加していて、ギルドメイトのアキラさんが、アドベンチャーマップの途中で動かなくなってしまいました。多分、ヒーローのパワーアップでもしているのかな？そこで、カーク信者も、アドベンチャーマップから一時的に抜けて、メイン画面に戻った際に、ペットの召喚卵を、デイリークエストにて1個受け取ったのです。そのたった1個の召喚卵を開封したら、ペットのフェンリスの対象を引いてしまったのでした。マンモスラッキー。ノリピーは元気かな？これが、カーク信者とフェンリスとの、運命的な出会いの経緯ですが、あの瞬間にグランドプライズを引けていなかったら、このゲームに対する猜疑心が膨大に膨れ上がっていたはずです。さて、動画終了のお時間になりましたので、今回はここまでになります。では、最後になりますが、ビスケットを5匹目のペットとして、メインチームに紐付けできる幸運な人は、チャンネル登録を、ぜひ、
よろしくお願いいたします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。